ねえねえ、あおちゃん。何？なんかお腹すかない？そうだね。ちょっとお腹すくね。なんか食べたくない？うーん、食べたい。ね、パパにシフォンケーキ焼いてもらうようにさ、頼まない？いいね。そうね。あら、私も食べようかしら、シフォンケーキ。というか、あなたちょっと汚れてないかしら。汚いわね。汚くないよ、あおちゃんは。あなたはちょっと頭が悪そうね。もう赤ちゃんそんなこと言ったらシフォンケーキあげないよ。あげないっつってなんであんたが決めんのよ。とりあえず、パパに頼んでみようかしら。ね、パパ、シフォンケーキ作ってくれないかな？私は食べるんだけど。うん。じゃあ作ろっかな。ありがとう、パパ。はい、じゃあ早速作っていきましょう。ボールを2つ用意してください。ボールを2つ。どんなボールでもいいと思うので2つですね。あとはヘラとか、さじとかね。こういうもので。あとミキサーがいります。ミキサーが。で、このシフォンケーキの型ですね。こういうやつ。これ。まあ、だから自分のオーブンにちゃんと入るやつをね、買っていただければいいかなと思います。まあ、必要器具はこれぐらいで。材料からいきますね。卵。4つです。普通のまあ M 寸でも L 寸でも僕は4つでやっていますね、いつも。4つ。卵4つ。もうちょっとこんな感じでしようかな。卵4つ。砂糖だけど僕蜂蜜使うので蜂蜜は1.5、大さじ1.5ですね。砂糖でやる場合は 30g。で、砂糖と、蜂蜜の分量の計算っていうのは、砂糖 1g に蜂蜜1.3ぐらいですね。だから蜂蜜に水分ちょっと含まれてるんで、蜂蜜ちょっと多めに入れてください。だから水分も蜂蜜使う場合は厳密にちょっと減らした方がいいかもしれないけど、まあまあまあ、それはそこまでね、神経質にならなくてもいいかなと思います。あと、今回紅茶作るので、これ、チャイ用の紅茶。で、これジップロック入れてるんですけど、後からバンバンバンってもうちょっと細かくしたいかなと思うので、すっごい細かくしたかったらフードプロセッサーでね、砕いてくれればいいかなと思います。豆乳 50g。豆乳 50g ね。豆乳 50g。牛乳でもいいと思います。で、オリーブオイル。オリーブオイル大さじ2。薄力粉 80g。80g ですね。で、シナモンパウダーですね。これで、あと、メレンゲの方が、こっちの今のが卵黄、卵の卵黄を使う方で、卵白は別に分けて、で、卵白用に砂糖 40g にしてます。こっちもね、蜂蜜使ってもいいのかもしれないけど、泡立ちが悪いから、僕は砂糖を使ってます。ということで、じゃあ作っていきましょう。卵黄と卵白を分けていきましょう。大きい方のボウルに卵白を入れた方がいいな。こっちの方に卵白入れてほしいです。こっちの大きい方に。で、ちっちゃい方に卵黄を入れてくれればいいです。メレンゲね、バーって結構やるんで、大きい方に入れてくれればいいかなと思います。じゃあ、卵を入れていきましょう。よーしょ。こんな感じで。見えてた方、見えてるかな？こんな感じで。よいしょ。よいしょ。という感じでね。こう分けてってください。あ、いけるか。うん。こういう感じでね。割れてない。危ない。ちょっと待って。よいしょ、いけた。危ない。ね。はい、こっちで。じゃあ、卵黄と卵白が分けれたら、ね。冷蔵庫に入れます。冷蔵庫に入れますね。ちょっと表面が凍るぐらいまで冷蔵庫に入れます。はい、冷蔵庫入れました。じゃあ、こいつを泡立てていきましょうね。はい、冷蔵庫入れたら、さっきのアールグレー、これね、入れたやつをやってもいいし、こうやってもいいし。
はい、潰せました。ね、これをね、ある程度混ぜていったら、次、こいつを入れていきます。トン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 と。はい、入れましたね。まあ、この細かさっていろいろあるんで、焼いてちょっと硬いなと思ったらもうちょっと細かくしてあげてください。オリーブオイル大さじ2入れます。オリーブオイルを大さじ2です。よいしょ。はい。だから、バター使わないんでね、楽ですよね。蜂蜜も 1.5 なので、1、すり切れ1杯1入れてもらって。で、蜂蜜ってなんか、生産量と流通量が違うらしいですけどね。流通量のが明らかに多いらしいんで。まあ今の僕すごい適当に入れましたけど、まあ大体で大丈夫ですよ。さあ、こう混ぜていきますね。ここで豆乳 50g を入れますね。ここで、さっきね、蜂蜜ちょっと粘度が高いんで、ここで洗ってもらって。はい。ちょっと下にね、置いて。入れます。で、混ぜてください。はい、混ざったら、こいつ。これはなんか100均のじゃないけど、100均にも売ってるので。じゃあ、ここでもうちょっと大きな器にすればよかった。ここにもうシナモンを入れちゃいます。ね。シナモン好きな人はいっぱい入れてもいいけど、シナモン嫌いな人がいっぱいいるらしいので、ね。おっと、これぐらいにしよっかな、僕は。じゃあ、これで、ここにもう混ぜるからもうこのまま入れちゃいます。ね、ここに、これにね。ふるいにかけながら混ぜてください。やっぱダマにこうやってね、ほら、ダマになるとね、あんま良くないので、やっぱここは、はい、できました。じゃあこれで混ぜていきましょう。うん。ある程度混ぜれたら、うん、いい感じじゃないですかね。ちゃんと混ざったかな。トントントーンとやって。うん、美味しい。うん。これはこのまま置いといて、次はメレンゲを、はい、こんな感じ。見えるかな。ちょっと凍ってる、周りが。っていう感じで、これを泡立て器で泡立てましょう。ここでオーブンを170度に設定して、予熱します。で、こうやってココットにちょっとだけ水を張って入れてあげると、なんか、スチームがふわっとします。作っていきましょう。じゃあ最初はちょっとゆっくりでね、切ってもらって、である程度卵が切れたなと思ったら、これをね、まず3分の1ぐらい。多少ちょっと早く。3回に分けて一応入れろという、いろんな本にも書いてます。で、使ってる器具で、どこで買ったかがわかるものは、また概要欄に貼っとくので。じゃあ3回目投入します。じゃあマックスにします。よし。はい、ここのね、なんだろう、ラテアートみたいな部分があるじゃないですか、これ。これのなんか、硬さみたいなのを見たときに、だいたいどれくらいかなって多分、分かってくると思うんで、ここに注目してもらえれば。もうちょっとかな。うん、OK。じゃあ、僕はね、ちょっと角がね、立って、ちょっと垂れるくらいかな、みたいな。まあ、角の立ち方にもよるんですけどね。
一旦ここ立て終わったらこれで、混ぜてあげてください。うん、うん、うまい。さっき作ったやつに3分の1ぐらいこいつをこっち側に混ぜてもらって、適当でいいんでこれぐらい混ぜてもらって、でこっちをできるだけメレンゲの泡を壊さないように切るように混ぜてほしいんですけど、ある程度じゃあこっち混ぜ終わったらこの中にメレンゲの中にこいつを入れちゃいます。ぐらいでいいかな。でじゃあここで本格的に混ぜていくんですけど、結構これしつこく混ぜてほしい。混ざってるようで意外に混ざってないんで、ただあんまりこう切るように混ぜてほしいです。こうやって。なぜならせっかくメレンゲ泡立てたやつが泡が崩れていくんで、均一結構しつこく混ぜた方がいいですね。混ざったかなと思ってもうちょっと混ぜてあげた方がいいと思います。はい、じゃあ型に入れていきましょう。じゃあ入れていきましょう。ここのね、トールのここにあんまりつかないでほしいけど、僕毎回ついちゃう。入れてってあげてください。はい、こんな感じで、ちょっとトールのとこにね、ついちゃいましたけど、ここにね、空気抜きためにちょっと、ほんとやってもらって、じゃあこれでオーブンに入れていきます。170度で予熱して、30分。170度で30分です。こんな感じで。はい。今15分ぐらいだから真ん中ぐらいまで来ましたかね。見えるかな？結構膨らんでます。オーブンの上につきそうだったら、だいたい25分。あとだからこれが残り5分ぐらいになった時にアルミホイルをさっと上に引いてあげれば焦げをオーブンの上についてならないように。だから膨らみ具合を見て、アルミホイルを挟んであげてほしいんですけど、でも20分はやっぱり超えたいので、僕はだいたい25分ぐらいでどうかなって見て、やばい、上につきそうと思ったら、アルミホイルをさっと入れてあげてます。ね、こんな感じです。今ね、残り8分ぐらいで、ちょっとね、上につきそうなので、よいしょ。よいしょ。さっとこんな感じで入れてほしいですね。庫内の温度がね、下がるとしぼんじゃうんでね。さあ、うまく焼けてるでしょうか。3、2、1。はい、できました。ほい、こんな感じで、ね、しぼむから、瓶に反対側に向けて入れてあげてください。食べよう。食べよう。ダメだよ、カンちゃん。冷めてからじゃないとダメだから。食べよう。食べよう。まだなの。冷めないとダメだよ。そっか。こんな感じで。ちょっとずつやっぱりこの辺まで膨らんでたけど、やっぱね、こうやってしぼんでくるんで。はい。じゃあ冷めたので、切っていきましょう。こんな感じですね。じゃじゃん。ちょっとね、へこんだかもしれない。こういうね、シフォンナイフみたいなのがあるんで、これで剥がしていきますね。で、こうがあって、こっちに斜めになってて、こっちが平らなんで、こうかな。よし。そしたら、これ、こんな感じで剥がれるんで。ね、美味しそう。こうね、こう切っていこうかなと。こう入れて。これで、そこは OK。次がね、一番ちょっと難しいかもしれない。これをここに刺して、回しながら、これで、さあ、パコッと、こんな感じに剥がれます。で、僕のおすすめのナイフはこれですね。
じゃあ8等分にしよっかな。パンとか切るのにもね、パン切り包丁よりこっちの方が僕はいいと思う。くずがあんまり出ないんで、パンくずがあんま出ないのでね、おすすめです。よいしょ。まあこのまま食べてもいいし、生クリームをつけて食べてもいいし、お皿に入れてみんなで食べましょう。こんな食べるできました。じゃじゃーん。シフォンケーキです。プルプル。ほら見て、この柔らかさ、この柔らかさ、このヘラでね、こうやってそぎ落としちゃいましょう。じゃあみんなで食べよう。完成。はい、できましたよ。みんなコーヒーでいいですか？あ、コーヒー飲みたい。うん。私、ラデュレの、何かもうラデュレのコーヒー、紅茶だよ。じゃあみんなで食べましょう。よいしょ。じゃあこれ入れてね。よいしょ。いただきます。いただきます。じゃあ、はい、みんな食べさせてあげるからね。なんかこんな盛り付け方しちゃったからあれだけど。はい。みんな美味しくて倒れちゃった。うん。うまっ。うまっ。コーヒーも美味しい。皆さんそれぞれ工夫してくださいね。もっと食べさせて。あ、あおちゃん、かんちゃん倒しちゃダメじゃん。美味しいね。うん。これ全部食べていいの、パパ？まあ、全部盛り付けちゃったからね。今日一日じゃダメじゃない。はい。